ご視聴ありがとうございます。1万円父さんのマサです。今回もジャンク遊びを楽しんでいきましょう。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今回はニコンの一眼レフカメラ D80 のジャンク修理です。2006年9月1日に発売されたかなり古い一眼レフカメラです。かなりの使用感でバッテリーなしのボディをメルカリで2600円で購入しました。電源は入りメニューも操作できる状態です。ジャンクカメラ界隈では有名な故障でミラーアップで止まってしまう症状ですね。 D80 ジャンク修理でググると情報はたやすく手に入ります。ミラーが上がりっぱなしでシャッターが見えますね。 Amazon でバッテリーを購入したので動作確認してみます。このバッテリー優秀で充電器が内蔵されているバッテリーなんですよね。ですので各々購入するよりも安く手に入ります。概要欄にリンクを貼っておきますね。バッテリーをセットして電源をオンします。エラー表示ですね。シャッターボタンを押します。ミラーが下りましたね。モーター音がして不安定な状態です。通常はミラーが下りていてシャッターボタンを押すと一瞬の間にミラーが上がりシャッターが開き奥の CCD センサーに画像が映り再びミラーが下がる仕組みです。この D80 の故障原因はすでに分かっているので今回は修理に挑戦します。詳しく分解方法もお届けしようと思いますので参考にしていただけると幸いです。それでは分解開始です。これらのネジを外し裏蓋を外します。ネジは様々なサイズがあるので簡単なイラストを描いてそこにマスキングテープでネジを貼り付けます。手間ですがこれをしないと後で組み立てられませんので気をつけてください。ネジ取り作業は重要な箇所以外はなるべく省くか早送りをしますね。バッテリーは必ず外しましょう。裏蓋が外せました。ここにギアがあるのですが分かりますかね。今回の故障箇所ですね。ここまでアプローチするのが大変です。背面のボタン、液晶モニターのパネルを外すため左右のネジを外します。ブレーキがあるので引っ張らないでくださいね。次に正面のカバーを外します。2箇所ネジを外します。フラッシュの箇所にネジがあるので薄くて硬さのある紙を隙間に入れます。ここも2箇所ネジを外します。オートフォーカスとマニュアルの切り替えのネジを外します。イソプロピルアルコールを垂らしなじませます。隠れていたネジを外します。部品はなくさないようにしましょう。次は左右のグリップを外します。電池室にあるネジを外します。左グリップの下にあるネジを外します。外せました。フラッシュ用の電解コンデンサーがあります。養生しておきます。左グリップを外します。フロントカバーを外します。ボディキャップがないので後でマステで養生します。基板を保護しているアルミのカバーを外します。基板が見えましたね。ビューファインダー部分のネジを外します。ジオプター部分にネジがあるので IPA でなじませます。えらいことになっちゃったよ。カバーはなくさないようにしましょ
ネジを外します。軍艦部を外すため、ここのネジを外します。電解コンデンサーがあった箇所に配線が、基板にフレキが接続されているので慎重に外しましょう。1箇所フレキがありますので外します。配線に負荷をかけないようにこんな感じで作業します。次にシャッター部分と CCD 基板の本体を外すため分解を進めます。これらのネジを外します。カバーを外します。基板が2層になっているので、ここのネジを外します。基板が2層になっているので、フレキを外します。奥の基板側にシャッターの固定ネジがあります。ですので、フレキ等を外します。おのおの外していきます。それにしても精密な基板ですよね。しっかり作り込んでありますね。左側にソニーの IC チップがありますね。確か CCD 部分はソニー製だったと思います。これを外すと CCD 基板が現れます。ここに2箇所ネジがあるので外していきます。本当に精密な基板ですね。カメラはまだまだ世界に通用するジャパンアズナンバーワンの業界ですね。カメラ業界さん応援してます。頑張ってください。次にここのネジを外します。今度はシャッター側のフレキを外すため、軍艦部分のフレキ、ネジを外します。基板にこんな感じでフレキ、ネジがありますので、外して下の基板にアプローチしていきます。フレキのコネクター部分は様々な形が混在していましたね。裏にはめ込むタイプの端子がありますので気をつけてください。奥の基板のここのフレキを外します。赤黒のリード線を外せば作業はもっと楽になりましたね。次に底面にあるここの黒い配線をハンダゴテで外します。次にここのネジ2箇所を外します。ここの3箇所を外せばシャッター部分が外せます。慎重に作業をしていきます。まだ接続されている配線がありますが、軽く持ち上げた状態にします。ようやく現れましたね。ここのボックスギア部分に不良箇所があります。5箇所あるネジを外していきます。あとここにバネがあるので注意しましょう。なくさないようにしましょうね。外していきます。モーターとギアが現れました。CCD も確認できますね。ここに問題の箇所があるのですが、見ていきましょう。配線とバネがあるので慎重にです。こんな感じでギアにブラシ状の接点がついたパーツがあります。外してみます。ギアが外れ、ワッシャーもありました。ボックス内にもプラスチック製のワッシャーがあるのでなくさないように注意しましょう。これなんですが異常なしでしたね。よくある情報ではここの丸い部分が外れて接点がずれるとエラーになるという話です。外れた箇所を接着剤などで固定すれば元通りになるということでしたが、私の場合は異常なしでした。とりあえず接点の掃除でもしてみます。接点復活スプレーを綿棒に染み込ませてパーツに塗っていきます。こちら側の接点にも塗ります。真っ黒でしたね。CCD 保護のために紙を敷きます。元に戻していきます。バネの取り付け場面ですが、先端が鍵状になっていますので気をつけて穴に通せば難しくないと思いますが、
知らないと全く入っていきません。撮影はできませんでしたが参考にしてください。それでは非常に長い工程でしたが、一気に動作確認までいきましょう。バッテリーを装着して電源を入れてみます。再びエラーメッセージです。先ほどの部品ではなかったですね。よく音を聞いてみると、モーター音がうーうーと鳴っているのが聞き取れますよね。これが本当の故障の原因なんですね。調べたらこの D80 ですが、先ほどのパーツの接点不良とモーターのギアの経年による亀裂が故障原因に挙げられます。前者の方の情報が圧倒的に多く、ギアの情報は少なかったですね。判断基準はモーターの空回りする音で見分けるといいと思います。ご参考になさってください。私は頑張る父さんなので、もう一度分解してギアの確認をします。それでは一気にギアまで飛ばしますね。ギアを外してみました。やはり亀裂がありましたね。わかりますかね。経年と使用による摩耗のせいで割れが生じて、モーターのシャフトが空回りしていたんですね。治るかどうか分かりませんが、瞬間接着剤と100均プラリペアで対応してみました。その画像がこちらです。お見苦しい仕上がりですが、ご容赦くださいね。小指の爪よりも小さな部品でした。取り付けてみました。なんだか怪しい状態ですが、代わりのギアもないのでこれでいきます。ミニ四駆が得意な方なら代わりのギアとかわかるかもしれないですよね。再び一気に動作確認までお付き合いください。さてどうでしょうかね。私の技量のなさでほぼ1日かかってしまいました。これでダメならお小遣いの半分の5000円近くが無駄になってしまいます。半月は D80 を眺めながら生活しなければならない状況です。それはとても悲しすぎます。最初は一瞬エラーメッセージが出ましたが、どうでしょう。シャッターボタンを押します。マステを剥がします。ミラーが降りていますね。エラーメッセージもありません。こいつ動くぞ。設定でメモリーカードなしでシャッターが切れるように変更します。さてどうでしょうか。きたやったきためっちゃ嬉しい。やった押せる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 。やりましたね。ギアの亀裂による故障でした。ニコンのレンズを持っていないので撮影はできませんが、これならいけると思います。これ以上は動画が長くなってしまいますので、勝手ではありますが一旦ここでまとめさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご覧いただいております今回の故障原因のギアですが、やはり再びこの後モーターの空回りが起きました。このような簡易修理ではダメでしたね。編集時によく見たら亀裂が広がっていました。よくこれで動いてくれましたね。アリエクスプレスでギアの販売がありましたので早速注文しました。結局いい意味ですが1ヶ月近く指を加えて D80 を見ることになってしまいましたね。レンズはありませんが起動確認できたので大丈夫でしょう。撮影の様子は後日サブチャンネルでお届けしたいと思っていますので、ぜひともサブチャンネルもチャンネル登録をお願いいたします。この動画が皆さんのジャンク遊びの参考動画になれば嬉しく思います。それではお別れになります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回まで。またね。